蛍の墓を久しぶりに見ようと思って、で始まって5分くらいでもうね泣きそうになってるんですよ。あれダメですね私、特にこの年になってダメになりました。あの手のやつはもうね見れないんですよ、泣くの分かってるから、まあ見たらね終戦記念日前後とかによく金曜ロードショーでなんかやってとか、そうですよね、で夏前後によくやってますよね、であれ高畑勲監督が亡くなった時も追悼で金曜ロードショーでやったのは確か蛍の墓なんですよね。そうなんですか、多分テレビやってる頃はアルプスの少女ハイジだとか、母を訪ねて三千里とか、あと赤毛のアン、結構有名なとこやってるんですよね、高畑勲監督って、その下で宮崎駿監督が右腕としてこう成長していってみたいな、そういう流れがあって、だから実は高畑勲監督っていうのは宮崎駿監督の師匠なんですよね。そういう感覚なかったですね。意外とそういう感覚ないんですけど、特にジブリっていうのが表に出るようになってからはあんまりそういった人間関係ってないんですけど、宮崎駿監督がもうトップみたいな、イメージありますけど、高畑勲監督が実は師匠で、あの人ね頭良すぎたんですね、で東大とか出てるんですよあの人。そうなんですか。で頭良すぎてなんか何言ってるか分かんないとか、何やってるか分かんないみたいな、ちょっと奇人変人の域に入っちゃってる人でもあったらしいんですけど、でその人が作った蛍の墓、でこれは隣のトトロと同時上映なんですよね。で隣のトトロ見て楽しく見た後に蛍の墓見てトラウマを植え付けられた子供たちが全国でたくさんいたらしいんですけど同時で見るもんじゃないですね。同時で見ちゃダメだろうって話なんですけどなんで同時公開しようと思ったんだって話なんですけどね。でトトロがあってで、同時並行で作ってたんですよね、隣のトトロと蛍の墓っていうのは。で蛍の墓を作ってる時にでキャラクターデザインっていう、普段アニメーターの人が絵を描きますっていう時に基準になる絵を描く人、でその基準からずれてるかずれてないかっていうのを判断して描き直しを指示したりとか、どう書き直せばいいのかとかっていう具体的な指示を出すのは作画監督と呼ばれる人なんです。監督じゃないですよね。もちろん監督と作画監督を兼ねちゃうような宮崎駿みたいな人もいるんですけど、高畑監督は監督としていて、で作画監督は別でいたんです。でこの方近藤義文さんという方で、この方も亡くなってるんですけど、耳をすませばの監督さんをやられた方なんです。で宮崎監督からも高畑勲監督からも信頼が絶大なもう超凄腕アニメーターなんですよこの方は。でこの方がでこの近藤義文さんを隣のトトロと蛍の墓を作る時に宮崎駿監督と高畑勲監督が取り合ったって奪い合ったんですっていう、その子供の何気ない動きとか、そういった臨場なんかこう動きのある子供っていうことを書かしたら右に出る者はいないって言われるくらいの方で、そういう方らしいんですけど、だから蛍の墓をやって節子とかの動きが胸に迫ってくるのは、なんかね知ってる子供の動きだからですよね。やっぱ我々にとってよく見る幼女の動きなんですあれ。こういう動きする何気なく、ドロップをね椅子に座ってドロップをこうやるときに足をパタパタさせてみたりとか、本当何気ない動きっていうところでが普段我々が日常的にちっちゃい子を見るときになんとなく目にしてる動きなんですよ。でそういうのがちゃんとね再現されちゃってるもんですから、だからものすごい胸にくるんですよ。節子が亡くなるシーンなんかもとんでもない重く感じるわけですよ。本当に自分の身内が亡くなったかのような価格をねぶつけられるんですけど、でそういうのが書ける人なんですよね近藤義文さんっていうのは。だからこの人をで隣のトトロも小さい子供のが登場するアニメですよね。だから宮崎監督としてはどうしても近藤義文さんが欲しかったんです。でも高畑勲監督に先に取られちゃってて、なのでその近藤義文さんが隣のトトロの作画に入ってたらトトロは違う映画になってただろうって宮崎監督が言うくらい、そういうような人がキャラクターデザインされてて、でさっきも言いましたけど、そういった本当に生の子供をこう感じさせる絵を描いてくる蛍の墓ですから、やっぱ胸に迫るわけですよこちらとしても。
だからとんでもない映画になってるんですよねあれね、見るたびに泣いちゃうんですよあれ、で今日そう話そうと思ったきっかけはですねで蛍の墓言ったら戦争第二次世界大戦の最中でその主人公セータと節子が家を飛び出して2人で生きるっていう選択をして、でそしてこう悲劇に至るっていう、そういうお話になってるじゃないですか、でアニメは結局戦争は良くないっていう風な、印象を与える映画になってて、反戦の映画だって、戦争反対の映画だっていう風に言われるんですけど、で非常に興味深いのが高畑勲監督は映画は反戦の映画ではないって言ってるんです。どういうことかあれだけね悲劇的に戦争を描いておきながら、戦争反対じゃないよみたいな風なにも取れる発言をしているのはなぜなのかっていうところで、これは結構有名な発言なのでいろんなところで取り上げられたりとか、いろんな人がね検証したりとか研究したりとかいろいろされてるんですけど、単純に一言で言うと高畑勲監督の反戦映画っていうものの定義づけと世間が思っている反戦映画の意味が違うんですよ。思想として見た印象として戦争は良くないよねっていうふうに見た人が感じるのを反戦映画だって我々は思うじゃないですか。で一般的にはそういうふうなニュアンスなんですよね。でそういうふうな位置づけだし、そういった映画になってるんですよ実際は。でも高畑勲監督の言う反戦映画っていうのは見た人間とその映画そのものが戦争を止めるだけの力がある映画っていう位置づけなんですよ高畑勲監督の中では。そういう意味では蛍の墓はそこに至ってないので、あれは反戦映画ではない。回りくどいね説明がいやすごいですね。というね非常にね意識が高すぎてニュアンスがうまく伝わってない表現になっちゃったんですよね。だから蛍の墓を反戦映画として高畑勲監督が捉えてないのは、映画を見ました戦争って良くないよね、こういうことって繰り返しちゃいけないよねっていうふうに思わせ映画があったとしますと。でもいわゆる戦争を起こす為政者が戦争を起こす時に言う言葉というのが必ずあるんですって、こういうことを二度と起こさないために戦争をするんだって必ず言うらしいんですよ、そういう人っていうのは。だから蛍の墓なんかはそれのやり玉に挙げられるだろうって、こういうことだからそういう意味では反戦の力がないんだって、っていうふうに高畑勲監督は言ってるんですよね。意識高すぎっていう話なんですよね。で面白いのがその高畑勲監督が描いた蛍の墓、でこれはもともと原作があって、で原作をかなりアレンジしてるんですよね。もちろん原作者の了承をちゃんと得た上で、でより悲劇的な内容になってるんです蛍の墓っていうのは。結局あれで非常にあれを原作を高畑勲監督が読んでアニメ化するときに思った印象っていうのが、現代のその当時1980年代ですよね、の現代の少年がタイムスリップして戦時に行ってしまったかのような印象を受けたって言うんですよ。要するに蛍の墓の原作とかそのアニメで描かれている主人公セータ君っていうのは非常に現代っ子っぽいと、実は現代っ子、当時の80年代の、で現代っ子であると。でそういった彼が悲劇に至るっていうことが、今の視聴者青少年に響くんじゃないかっていうので作られたのが蛍の墓なんです。とにかく高畑勲監督がとにかく悲劇を淡々と描いたんですあれ。だから何の救いもないんですよねあれね、映画って。でただとにかくねもうね悲しいんですよ。だからもう本当にもうただただひたすら悲劇を淡々と描いてるんですよね。でそこに登場するキャラクターだったりとか登場人物のみんなそれぞれがそれぞれ生っぽい反応してるんですよいちいち。だからこそ胸にくるんですよね。すごく悲劇が浮き彫りになるんですよ。で面白いのが最近は平成から令和にかけてのこのご時世に至って、この蛍の墓のセータ君主人公セータ君、こいつが諸悪の元凶だみたいな論調が SNS を中心になんかね流行りがちなんですって。どういうことですかね。結局あれってセータ君が節子を連れて家を飛び出したせいで節子は死んじゃうんですよね。でセータ君も死んじゃうんですよ。でだからセータがおばさんの家に住ま
住まわしてもらって、うんで厄介者扱いされて、で耐えきれなくて飛び出してでその結果死に至ってしまうっていうそういう悲劇が描かれてますけども、だからセータお前が我慢すればいいんじゃないのかっていうのが SNS 中心に中で流行りがちなんですって。あれは自己責任なんだとっていう論調が最近増えてるらしいんですよ。でこれは一面確かにその通りなんですよね。私も子供心にお前が余計なことをしなかったら節子しなくてすんなんちゃうんかってやっぱ思ったんですよ、子供の時に。実際飛び出してますから、でも今改めて見た時にあの映画っていうのはとにかくそのコミュニティそういった社会から、その場にいられなくなるように丁寧に描かれてるんですよ。その少年が飛び出していくっていう、そこの場にいられない、そういった人の輪からその、共存性のあるコミュニティから、そこにいられなくなって飛び出してしまうっていうことによって救われる姿が描かれてるんですよね。実際飛び出して誰からもここと言われなくなって節子と楽しく暮らすっていう、その瞬間のためだけに彼は飛び出したんですよ。でその結果で彼はひたすら現実から目を背ける子ですから、でしょうがないですよね。お母さん亡くしてでお父さんも帰ってくるかもしれないっていう状態なんですよ、作中でそういうのもあるんで頑張って2人で生きていけば父ちゃんも帰ってきてみんな幸せに暮らせるはずだって、そういった実はありもしない希望みたいなものにすがって飛び出しちゃうっていう、でそういう風になるように丁寧に描かれてるんですよ、コミュニティから弾かれる少年の姿がちゃんと描かれてるんですよね、蛍の墓全編通して。だからそのことについて晴太くんがかわいそうだって思えるのは自分が見てる人間のコミュニティが正常だからなんです。だからそれから外れてしまう気持ちは分かるし、そしてかわいそうだっていうふうにちゃんと思えるんですよね、高畑勲監督は実は飛び出してしまった晴太君主人公晴太がかわいそうだって思えるのは我々が幸せだからだと、健全だからだ、でこの晴太君がこの、お世話になるおばさん、この方未亡人なんですよね、でこの人がだからお国のためにみんな頑張ってるのにあんたたちはみたいな感じでずっとここと言われるわけですよ、でそういった形でそのおばさん以上に晴太を悪く言うような世の中になってしまったらとても恐ろしいことだって30年前に言ってるんですよ、蛍の墓が公開された時に言ってるんですよね、でそのことをこう取り上げて高畑勲監督がSNS で今ねそうやって晴太が悪いみたいな風な論調になった時に実は高畑勲監督が予言してたみたいな風な感じの大手の新聞かなんか載ったんですよ、でそういう風な今の世の中がそういう風な高畑勲監督が懸念してる良くない時代になりつつあるみたいな風な感じの論調なわけですよ。ただ個人的にはですねもうそれも違うんですよね。高畑勲監督が見てたものはもっとでかいんですよ。もっととんでもないことをこう見てたので、今のどういうことかというとですねまずはその晴太君の今現状その晴太君をこう SNS 上でこう悪く言う自己責任だみたいなね、晴太が悪いんだみたいな風な論調そのものは実はそんな大した話じゃないんです。さっきも言いましたけどその晴太が単純にかわいそうだって思えるのは自分その見てる人間の周りとかコミュニティとかそういった公助関係お互いに支えられる関係っていうのが健全だからなんですよね、だから晴太がかわいそうだって単純に見れるんですよ、で晴太が悪いんだっていう風に発想する人っていうのはどういう人たちかっていうとそこがね満たされてない人なんですよ。単純に晴太と同レベルでかわいそうな子たちなんですよ、かわいそうな人たちなんです、でそういう人たちの言葉とかそういった意見っていうのがネット上に広がる世の中に今なってきてるんですよね、そういった声が目につくようになるんですよ、こう胸に秘めて我慢してた部分っていうのを SNS 上にこう発散するようになってるんですよ今ね、でそういった人たちが目に見えるようになってきてる。それは別の意味での怖さですよね、で晴太君とか晴太以上に辛い思いをしてる人たちが現代において多いってことですよ。晴太が自己責任だっていうのは、俺もそれくらいのことやってるよそれくらい辛いよみたいな、でも俺は我慢してんだよみたいなのが多分ね根っこにあるんですよ、そういう意味では違う意味で怖いんですよ。そういった危機意識でその新聞でも取り上げられているような高畑勲監督が懸念した未来っていうのは実はもっと悪いことなんです。それはどういうことかっていうと、
あの映画で描かれてるその価値観、清太君を弾き飛ばす、そのいられなくなるコミュニティの価値観っていうのは全体主義なんです。全体主義、はい、いわゆる当時のその戦時中にあった、軍部政府の価値観ですよね、はい、お国のためにっていうでかいもののために個人をこう殺すって、でそういった価値観、それこそが正しいんだっていう美徳っていう、それを美徳として押し付けてくる。でそのコミュニティとしてもそうやって押し付けてくる。でそこから弾かれるんで、高畑監督はその主人公清太君を現代っ子っぽいっていうふうに捉えたんだと思うんですよね。実際当時80年代、まあ、今もそうですけど、いわゆるビデオだとか、こうゲームだとか、部屋にこもっても許されるというか、こもっても大丈夫な環境というのが整い出したんですよね。自分の部屋にテレビがあったりとかもし始めましたし、でそういったところからリンクさせて、そういった少年少女、こうコミュニティから弾かれてしまう子どもたち、自らそういったコミュニティから外れようとする子どもたちが見て共感できるだろうっていうふうに感じた。で今はそれよりももっと悪い子どもたちが見たりとか、そういったそれよりも悪い状況で育ってきた大人たちが見るようになってくると、今度捉え方が変わるんですよね。清太が単純に悪い、これお前が我慢すれば片付く話じゃないかっていうことは、清太以上に我慢させられてる人の意見なんですよ、これは。言ってしまえばね。で高田監督が言ってるのは、その全体主義から清太を責めてるんですよね。そのおばさんっていうのは清太をねいびってくるおばさんっていうのは全体主義の犠牲者なんですよね。より具体的に言うと、そのなんて言ったらいいんですかね、そのこう一人一人の人間を大事にしましょうじゃなくて、一人一人の人間を大事にしましょうっていう建前の上で、もっと大きい何かに隷属させる概念ですよね。ちょっとざっくりした表現になっちゃいますけど、それがいわゆる神様だったりとか、国だったりとか、誰かだったりとかね、なんか競争的ななんかね、そういった人にこうに隷属させるための建前として、みんなのために我慢しようとか、みんなのために言うことを聞こうとか、自分の個人のその感情とか気持ちとか、そういったものを押し殺してみんなのためにっていう言葉にすり替える、で全体主義に迎合しないと生きていけなくなった女性なんです。なので清太君に対してそう全体主義から来る発想で彼を追い詰めるんですよ。でそこから逃げ出す。で高畑勲監督が言ってるのは、そのおばさん以上に清太を非難してくるっていうことは、より全体主義に凝り固まった人間が現れる時代ってことなんです。だから今 SNS で騒がれてるような清太君叩きっていうのは、高畑監督が懸念してる清太叩きとは全く質が違うんです。まだ可愛いもんなんです。まだやり直せる段階なんですよ。でそれ以上の全体主義の価値観で清太を非難する、で排除しようとする動き、似たような人たちを排除する動きっていうことは、もう我々が今想像してる以上の全体主義が世の中蔓延してるってことですから、間違いなく戦争にひた走ってる状態ってことですよね。でそういう時代が来るのが恐ろしいっていう話を、されてたんだろうと。なので今のその SNS とかで流行ってるような清太君叩きっていうのは全く質が違うので、それを取り上げて高畑勲監督がなんか予言してるみたいな風な感じで言ってる大人が単に今の概念についてこれてないだけなんじゃないかなってちょっと思っちゃいますね。結局そのちょっと言い方悪いですけど、これは個人的な、印象なのであれなんですけど、その記事を書いた人を特に悪く言いたいわけじゃないんですけど、高畑勲監督のそういったその元30年前のインタビュー、清太君を叩くような世の中になったら嫌だっていう風なニュアンスをその今現代そういう風になりつつあるよみたいな感じでなんか世に言いたいわけですよ。でそれがちょっと違うんじゃないかなって思ったんですよね。で今の子どもたちとか、そういった今の清太君叩きの人たちっていうのは清太君以上に傷ついてたりとかする人たちだと個人的にはやっぱ思うんですよね。そうじゃない人も多分混じってますけど、本当に全体主義に染まっちゃってる人とか、それを利用してやってる人とかも多分いますけど、でも実際はそういっ
本当に選択以上に傷ついてコミュニティに入れなくて、で弾かれてしまって、でそのコミュニティそのものを否定することでしか自分を保てないというか、自分を傷つけないようにっていう風にしてきてる人たちって昔ぐらい多分増えてますし、で昔もいたんだろうけど声に出せなかった時代なんですよね。で今はそういうのが声にSNS を通じて声を出せる時代になってますから、何でも言えますもんね。でそれがねいい悪いとかじゃなくて、でそういったいろんな言葉が出るようになった時に、そういった高橋久監督のインタビューを引っ張ってきたような人たちっていう、そういったもう多分いい年こいたおっさんなんですよ。でそういった人たちっていうのはそういう今の傷ついた若者たちとか子供たちの気持ちを理解できない人なんですよ。自分が虐げられて乗り越えられちゃった世代だから、もしくはそういう乗り越えられるような環境で育ってこれた運の恵まれた人たちなんですよ。なのでそういったものがない、そういったことに恵まれなかった傷ついてしまった人たちの気持ちが分かんないんですよね。で分かりたくないんですよ。分かろうとすると自分が逆に傷つくというのがちょかたく分かってるんですよ。だからそういったやり玉に開けて今の世の中は良くない風潮だみたいな風にレッテルを貼りたいんですよ。で高橋久監督が言ってるそういった今のねそのハトラの墓は反戦の映画ではないとか、今の清太君を叩くような清太君を悪く言うような世の中になるのは私は恐ろしいですとかね、っていうのは一見今のことを言ってるようにも見えるんですけど、本質的にはもうちょっと違うんじゃないかなっていうのが今回蛍の墓を見ようとか私も昔それをネットでちらっと見たことがあったんで、改めて自分でこう調べたりとか改めて読んだ時に思ったのがそういうことですね。蛍の墓っていうのはコミュニティから弾かれていくその少年たちが至る悲劇で、これを生んだっていうのはやっぱり戦争状態ですから、戦争良くないねっていうふうに見た人間がそういう感想を持っていいんですよ。それは正しいんですよ。別に高田勲監督の意図から外れてるわけでもないんですよ。高田監督の意図としてはそれを見てそういうふうに思ってもらうとかっていうのはそこが主じゃないよ、そこが柱ではないよ、ただコミュニティからはぐれてしまった少年が至る悲劇っていうものをただただ淡々と描いたんですよね。だからそこじゃないところで持ち上げられても困っちゃうっていうのは多分あったんだと思うんです。だからそういう反戦の映画じゃないとか多分そういうことを言ったんだと思うんですよね。だから単純に見る我々としては見てそういったね清太とか節子みたいな悲劇を生む土壌になっているのはその戦争状態に巻き込まれた日本社会っていうの中で根底に流れる全体主義、誰かのね何かのために自分を犠牲にしなさいっていう風な概念ですよね。でそういったところがその悲劇を生んだ土壌なんだっていうことを明確に描いてる。それが蛍の墓の一番肝になる部分なんじゃないかなと思うんですよね。でそこのそういった概念から押し出されていく少年の悲劇っていうのを本当丁寧に描いてる映画なので、それを見てそういうの良くないねとか、そういった状況を生む戦争って良くないねとか、そういったで面白いのが面白いって言ったらちょっと語弊がありますけど、その清太君に手を差し伸べてくれるさまざまな大人たちもちゃんと描かれてるんですよ。駐在さんだったりとか向かいのお姉さんだったりとか、手を差し伸べてくれる優しくしてくれる大人たちってちゃんといるんですよ。その手を自ら払ってて、だから清太君が叩かれるんですよ今 SNS で。でそういう風にならざるを得なかった少年たちで、それを救いきれなかった大人たちが悪いところじゃないですよ。そういったところからもう一歩どうやったら踏み込めたのかっていう風な自分がそういったこの立場の大人だったらどういうふうに手を差し伸べてあげられただろうっていうふうなのを見る人間が我が身を振り返って考えさせられるっていうのは非常に健全だと思うんです。正しいことだと思うんですよ。でそれをそういうふうになってなぜか戦争反対の映画だみたいな持ち上げ方を逆にしちゃいすぎるのでもうちょっとちゃんと見た方がいいんじゃないかというところですよね。もうちょっとちゃんと見れる映画なんじゃないかと思いますね。いかにして少年少女がコミュニティからはぐれて、で傷つきながらもそうやって傷つくのは分かってても先がないにもかかわらずそうやってコミュニティが飛び出してしまうのか、どうやったらそのコミュニティを維持できるのかで帰るべきコミュニティは本当にそれは正しいコミュニティなのかって話なんですよね。
っていうことだと思うんですよね。っていうのがあるんで、それをやっぱり生んでる根っこにある戦争ってとんでもねえなみたいな風にこう見た人が感じるっていうのは非常に正しいんじゃないかなと、健全なんじゃないかなと。で私はもうただ泣いちゃうのでもう見れないです蛍の墓ということでまた今年の夏もやるのかちょっと分かんないですけど、蛍の墓はやっぱり泣いてしまうということでありがとうございました。